はい、ということで有鉄です。今回はですね、ノラドリのすすめということで、公園や土手などのお気軽ダートでドリフトをして遊ぼうという一見当たり前の話なんですが、多分皆さんはやっていないであろう有鉄さん的ポイントが3つありますので、そちらを紹介していきたいと思います。ラジコンのシャーシ、こちらは XV01 ロングダンパー仕様です。ここはご自分のお手持ちのラリーシャーシ何でも良いです。今回のこだわりポイントはいかにダートでドリフトを自然に長く維持させるかという点に特化した改良ポイントとなります。まず1つ目はタイヤですね。こちら見た目がヤリスラリー1ハイブリッドのダート用ホイールっぽいものを履いています。でも今回ホイールは単なるおしゃれ要素なので重要ではありません。実はこのタイヤはゴムドリフトタイヤと言われるタイヤで、タイヤの溝もなくちょっと硬い感じのゴムのタイヤです。なのでちょっとアクセルを吹かしてハンドルを切るとこのように簡単にスリップします。で、実はこちらのマシン、前回サーキットでドリフトをして遊んだシャーシそのままです。こちらのタイヤとボディを変えただけです。なので 4WD ドリフトシャーシそのままといったシャーシセッティングです。で、2つ目のポイントはモーターも 10.5 ターンブラシレスを積んでいるということで、ラリーブロックタイヤなどと組み合わせると制御不能なぐらい加速しますが、ゴムドリフトタイヤなのでアクセルを急に吹かすと自然にタイヤが空転して土煙を上げます。はい、そしてここから徐々にスピードを上げていきまして、8の字っぽい練習をしています。どうでしょう。一般的なラリータイヤのダート走行とは明らかに違う走り、これが今回皆さんにやってみてほしい遊びです。私はノラドリと呼んでいますが、ドリフトタイヤでダートを走るという遊びです。挙動的にタイヤはこれぐらい滑った方が実車のラリーに近い動きをしているんじゃないかなと思います。で、3つ目のポイントなんですけども、これはちょっとお腹からだんだん見えてきていますが、アンダーガードです。何せタイヤの空転によって土煙が舞い上がるので、シャーシがすぐ砂を入れた弁当箱のようになります。シャーシカバーをつけるでも良いですが、シャーシカバープラスこちらのアンダーガードを入れると、ドライバーコックピット内への土煙の侵入も防げて良い感じです。この辺りの装備が整ったら、このようにラリードリフトを存分に楽しむことができると思います。皆さんもやってみてください。解説動画はこの走行動画の後にしますので、しばらくラリードリフト動画をご覧ください。それでは解説編です。まずはタイヤから。タイヤのホイールは以前の TT02 ラリーシャーシを作っている時にもすでに画面の端っこに映ってましたが、こちらの BBX のホイールです。こちらの穴の開き方がこのように純正ホイールに似ているんですよね。で、こちらに Amazon で買ったゴムドリフトタイヤをつけるとこんな感じになります。これだとタイヤが薄っぺらくてちょっと違いますよね。ということでタイヤホイールの円周を黒く塗ってみます。これは全然ごまかせてないですね。ということでホイールのデコボコの部分を削っていきます。はい、なんとなくデコボコが取れました。こちらをヤスリで磨いて平らにします。はい、なんとなく平らになりました。で、ホイールの円周を黒く塗ってみます。少し残したつもりでしたが塗りすぎましたね。トラックのタイヤみたいになってしまいました。なのでアルミテープを使ってホイールの円周を再現します。はい、こんなもんでしょう。ちょっと深リムになっているのはしょうがないですね。ということでそれっぽいタイヤの作り方でした。見た目だけということであれば、今回自分はゴムドリフトタイヤで作りましたが、ラリータイヤを使えばさらにそれっぽくなるでしょう。あ
と、ホイールを作る際の注意点ですが、ノアドリフトをするとホイール内に砂が溜まってきます。これを防ぐために、ホイールを作る際に、ホイールに開いている穴は接着剤で埋めておきましょう。そして最後にアンダーガードについてです。こちらは先ほど走らせた後のシャーシです。表面もこんな感じです。砂ぼこりをかぶっています。それでは中を見てみましょう。中はこんな感じです。今回隙間を適当に塞いでいたために引き目もまあまあな感じですが、これでも何もないともっと砂だらけになってボディの中でドライバー人形も砂だらけになります。これだけで済んでいるのは結構効果があります。シャーシの中も本来砂だらけになりますが、ほとんど砂は溜まっていません。ということでこちらの作り方を解説していきたいと思います。まずは文房具のクリアファイルを開いて、このようにボディポストの部分に穴を開けて、シャーシに上からかぶせてビニールテープで留めています。ポイントは、ボディをかぶせた後、隙間なくボディとアンダーガードの隙間をビニールテープで埋めることです。そんなに綺麗にいかないので適当に留めます。はい、完成しました。ボディとシャーシの隙間や、ホイールアーチの部分も完全にこれで土が入らないようになっています。まだちょっと固定の仕方などに改良の余地がありますが、現時点ではこんな感じでホコリ対策をしております。あと、こちらの XV01 はモーターカバーの隙間から土が入りやすいので、このようにモーターカバーの隙間もシュグーというゴム系接着剤で隙間を完全に埋めています。シュグーはすぐつける程度であればベリッと剥がせますし、剥がした後も凹凸ができてそれが残るので、その溝にグリスをつけておけば防塵効果が持続します。という感じで滑る工夫と防塵対策をしっかりして、皆さんもノアドリフトをして楽しみましょう。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。アリチャシでした。